緑の香りをこの胸いっぱいに吸い込んだ時の解き放たれたような気持ちを知っているだろうか。小さい頃には馴染み深く特別さもなかった。何それ、友達や同僚の多くはわからないらしい。ここは都会、ビルの森。あの緑の心地を忘れたくなくて、社会人3年目の初夏、一泊二日の弾丸旅を決行した。ビルの森の良いところは、大抵の各地との時間距離が短いこと。飛行場から飛行場、港から港、駅から駅。とはいえそこからの移動は、各地の交通事情次第である。目的の場所に立ったのは、日が暮れ始める頃だった。実家の近くの小山だ。本当に小さい、もっと大きかった気がしていたが、そんなものだろう。夏の初めの緑の匂い、夕方の色、つくつく帽子の鳴き声はどうしてどこか切ないのだろう。深く深くそれらを全て吸い込んで、まるで夏に溶けていくみたいに、うっすら確かに暖かい風に満たされた。よかった。まだ緑の心地を忘れない。社会人5年目の冬、北の方出身の同僚がだんだん帰省していた。雪かきは大変だけどとそこそこ仲良しなので話してくれた。雪の朝の白すぎて青い静かな庭を窓越しに眺めて、指先で落書きする。大人になったら面倒になる雪に、子供の頃なんとなく心が躍る感じ。わかる。残念ながら私の故郷では雪はそこまで積もらない。故に私の返事は、何それ、なんか楽しそうだね。言ってから内心、あ、と思った。同僚の白は私にとっての緑かもしれなかった。同僚はそこから当たり障りのない話に移行した。社会人7年目の秋、面倒見の良い上司がだんだん帰省した。カメラが趣味のおじさんで、昼休みに写真を見せてくれた。イチョウの木が並ぶ道、黄色を通り越して金色と言えそうな雰囲気。この金色をしばらく見てなくて、ついね、うまく言えないけど好きなのさ。年食ったな。それを迷いなく金色と言った上司は、きっと緑の心地を忘れない私と同じで、故に私の返事はわかる気がします。年食ったこと違いますよ。社会人8年目の春、一つ下の後輩がだんだん帰省した。ネモフィラって知ってますか？ネモフィラ畑、有名ですよね。いいえ、僕は帰省してきただけです。